こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。さ、今回はホンダの超度級巨大株、ホンダジェットについて話おいおい。ゴールドウィングってサムネにはあったのに、何言ってるんですか？あ、めんご。つい興味のあるネタに突っ走ってしまう悪い癖が。バイクライフチャンネルなんだから、バイクネタでお願いしますね。ごめんね。ああ、わかってるよ、レイム。というわけで今回は、ホンダの第7世代型、大陸航行用、超度級万能自動二輪車こと、ゴールドウィングについて話していくぜ。では、ゆっくりしていってね。では、今回の内容はこんな感じだ。ゴールドウィングっていうの長いから、以下禁欲でお願いします。いや、GL だろ。まずは軽く2分ぐらいで GL の歴史を説明して、その後に2021年型の変化と仕様を話してくぜ。初代の発表の地は、1975年のネバダ州はラスベガス。GL は広大なアメリカ合衆国の大地を駆け抜けるための、グランドツアラーとして誕生した。株や CB と同じぐらいからある車種なんですね。そうだな。この当時のホンダアメリカは、株や CB などの小中排気量バイクで功を成してた。そして次のターゲットとしたのは、BMW やハーレーといったメーカーが主役となっていた、リッタークラスの大排気量カテゴリーだ。発表当時の GL は、水平対向4気筒エンジンだったんですね。それに、まだ大型カウルは装備されていなくて、ネイキッドの姿だったんだぜ。2代目にモデルチェンジした時に、大型カウルやフルパニアなどが装備された。ハーレーとは少し違ったデザインで、現在の GL の姿は、これを原型としてデザインされている。1988年で4代目となり、北米生30周年記念として、ゴールド特別塗装モデルが発売された。カセットデッキや FI、オートクルーズなど、当時の最新機能を装備し、まさにゴールドウィングと呼ぶにふさわしいモデルとなった。アンテナに時代を感じます。この後は台を重ねるごとに排気量がアップし、技術の進歩に合わせて、ナビやエアバッグなど装備が充実していく。そして、2018年型では、新型のフロントサスと DCT が搭載されて、さらに走行性能や快適性がアップしたぜ。一気にはしょりましたね。株や CB に次いで歴史ある車種だからな。ちょっとカットさせていただきました。で、今回発表になった2021年型は、どのような進化を遂げたのでしょうか？見た目に大きな変化はなし。あらら、そうなんですか。ボディの塗り分けが変わったのと、使い勝手の向上がメインの変更だ。細かくは後で話すけど、ざっくり言うと、リアトランク容量アップ、MT 廃止、パッセンジャーシートの改善、フォグランプ純正装備、スピーカー音質アップ、Android アウトの採用、だな。現行に乗ってる人なら違いがわかる、知る人ぞ知る的な内容ですね。じゃ、2021年型の変更点を話しつつ、GL の超豪華仕様を見ていくとするぜ。もう、GL をハーレーと見間違う人は、やっぱりいるかもしれないか。ホンダのエンブレムもついてますし、間違う人は少なくなってるんじゃないですか？ソリッドウィングフェイスなデザインもホンダっぽいし。確かにそうだけど、やっぱり GL のアイコンは水平対向エンジンだよな。モデルチェンジを重ねるごとに、このエンジンは進化してコンパクトになってるな。左右にシリンダーが飛び出してた、これぞボクサーエンジンって感じが控えめなのが、ちょっと残念です。確かに、BMW やモトグッチなんかは、エンジンがめっちゃ主張してるからな。ホンダのエンジン技術はすごいけど、デザイン的には控えめだからな。ノーアルタカは、ってことですね。ヘッドライトは NSX 風な5連 LED ライト、テールランプは S660 を連想させますね。ホンダのデザイン要素が色々詰まってるな。2021年型ではシートの表皮がスウェード調になり、高級感がアップしているぜ。シートはかなり大きいですから、この部分の質感アップは目立ちますね。シートといえば、GL にはノーマルとツアーの2モデルがあって、違いはパッセンジャーシートの有無だ。2021年型では背もたれ角度が調整されて、より快適になったらしい。ぜひ、後部座席も体験してみたいです。走行中でも操作できる電動ウィンドスクリーンは便利だし、標準装備になったフォグランプは照射範囲も広い。高速移動や夜間走行での疲れを軽減してくれる装備だな。次はエンジンだ。ホンダ唯一、イヤモーターサイクル界でこのエンジン形式を搭載するのは GL だけだ。そっか、BMW は並列6気筒でした。水平対向6気筒、排気量は 1833cc で、馬力は126馬力 5500rpm、トルクは 17.3 ケグフ、無 450rpm。燃費は WMTC モードで 18.2kg。
タンク容量は21リットルで、航続距離は 382.2 キロだな。数値を聞くと、仕様は4輪のエンジンですね。重量はノーマル366キロ、ツアーは389キロだ。重そう。馬1頭分ぐらいだな。6気筒なのにコンパクトなエンジンですが、排気音は結構勇ましいですね。排気音はバイクの個性を表現する大きな要素だ。重厚さと鼓動感を備えたサウンドに仕上がってるぜ。BMW のような、滑らかで甲高い音でないし。かといってどこどこでもない。ぜひ、両つべの紹介動画で排気音を聞いてみてくれ。俺はこのサウンドは大好きだ。トランスミッションは、GL 専用の第3世代型 DCT が搭載されたぜ。クラッチレバーレスで、自動変速で長距離も楽々です。それだけじゃないぞ。大きな車体を操るのにめっちゃ便利な機能を搭載してるんだぜ。なになに？それは、微速前後交代機能だ。今回は漢字が多い気がします。GL にはバックギアがあるんだけど、左手のシフトアップダウンボタン操作で微速前進、交代ができるようになったんだぜ。これなら微妙な切り返しも、楽に操作できますね。まさに、GL 購入に踏み切れない人の背中を押してくれる機能だな。それに、DCT のギアチェンジにかかる時間も、他の DCT 搭載車よりかなりスムーズだ。NC シリーズとは、一味違うんだよ。さらにアイドリングストップ機能や、坂道で停止した後に、ブレーキを離しても約3秒間そのままとなるヒルスタートアシスト機能も搭載してる。MT ではめっちゃ重宝する機能じゃないですか。ちなみに、2021年型からは国内向けは DCT 搭載車オンリーになったぜ。海外モデルには MT があるので、マニアックな人はぜひ個人輸入で。GL には電子制御も満載だ。今ではメジャーな電子制御技術ですが、2018年時点では GL のお箱だったんですよね。特に、各電子制御を総合的にコントロールするライディングモードの搭載は GL の売りだったな。ライディングモードはツアー、スポーツ、エコの、レーンの4つ。モードに合わせて、CBW 特性、DCT 制御、トルクコントロール、サスペンション減衰力調整、前後連動ブレーキを制御する。制御プログラムもかなり洗練されている様子で、先読みしてるのってぐらい気持ちよく働いてくれるらしいですね。もちろんクルーズコントロールも搭載してる。残念ながら、前走車との車間距離を維持しながらの追従走行はしてくれないが、加減速する場合は、自動変速しながら設定速度に戻してくれるぜ。電動プリロードシステムも搭載している。パッセンジャーや荷物の有無に合わせた4タイプの設定が可能だ。停車時に操作すると、ちょっとした人気者ですね。GL のフロントサスは、一般的なバイクが採用しているテレスコピックと違い、ダブルウィッシュボーンフロントサスペンションを採用しているぜ。主の金銭に触れる単語ですね。ホンダ独自の形式なんだけど、見た目のインパクトはあまりないから、エンジン同様にちょっと残念だ。ハブセンターステアの定時 H2 ぐらい派手なら良かったんですが。ノーアルタカだからな。この方式のメリットは3つ。クッション機能と操舵機能の分離で、ハンドルに伝わるショックが3割減。ふむふむ。タイヤのストローク軌跡を真上方向にできるので、タイヤとボディのクリアランスを広くでき、その分エンジン位置をより前方へ移動、前輪分担荷重を最適化。ふむふむ。操作するフォーク部の完成マスを40以上低減し、走行時のハンドリングがより軽快に。ふむふむふむ。わかってないな。この効果を体感できるかどうかは、あなた次第。やっぱりこの手の機能は欲しいよな。バイクだけどカープレイ。2021年型からは Android Auto にも標準対応したな。Android Auto は、カープアイ同様、スマホを自動車内での利用に最適化するための仕組みだ。主は iPhone ユーザーなので、カープレイについて調べてみたぜ。これらがあれば、ハンドルのスイッチでスマホ操作できるから便利だ。でも、もともと車用として設計されてるから、もう少しバイクでの使い勝手が良ければなと。まずスマホは、小物入れにある USB コネクタと有線接続する。あら、無線じゃないんですね。iPhone はカープレイがデータ通信するための部品って位置づけだ。で、ヘルメットにつけたインカムは GL と Bluetooth 接続する。すると、メーター上のモニターにカープレイ画面が表示されるって仕組みだ。でも、メーター内にあるモニターにはタッチできないですよね。どうやって操作するの？ハンドルのスイッチか、ど真ん中にある丸いインターフェースダイヤルで操作する。で、使えるのは、カープレイ専用アプリのみだ。ナビアプリだと、Google マップ、ナビタイム、Yahoo カーナビが使えるぜ。モニターで動画再生はできないの？できないぜ。走りながら動画が見れると思ったのに。そんな無謀な運転はやめなはれ。運転中はボタン操作も危険なので、音声アシスタントを使うといいぜ。
ヘイシリ。ライディングモードをスポーツに変更して。その言語にはまだ翻訳できません。そうなるわな。シリが制御できるのは iPhone の機能だけですよね。ちなみにバイクのカープレイ搭載は GL が世界初なんだぜ。ホンダが手を出せない部分があったり、Apple の開発基準もかなり厳しいみたいだ。今後の改善に期待したいな。まずはスマートキーシステムだ。持っているだけで、イグニッションのオンオフ、サドルバックやリアトランクの開閉ができるシステムだな。アンサーバック機能もある。ひょっとしてこれも GL が初搭載なんですか？残念ながらホンダでの初搭載は、2004年発売のフォルツァだ。もちろん、バイクでのキーレス採用は世界初な。あと、大きなフロントスクリーンは電動だ。走行中でも操作できて、位置調整も無段階式なので、微妙な位置合わせできてパーフェキだ。その他は？タイヤの空気圧モニター、グリップヒーター、シートヒーター、ETC、オートキャンセルウインカー、エマージェンシーストップシグナル、二輪専用エアバッグなど、ライディングをサポートする装備が満載だ。2021年型では、リアトランクの容量がアップしてて、フルフェイスが2個入るサイズになった。じゃ、エアコンはついてるんですか？ついてないな。さて、最後は肝心のお値段だ。パッセンジャーシート装備のツアーが346万5000円。スタンダードは294万8000円だ。さすがお値段も、キングですね。確か GL って、アメリカ生産者なんですよね。アメリカでの生産は2010年までだ。2011年から熊本製作所に変更されたぜ。工場見学できるかもな。これだけ高額だと、販売台数も少ないのかな？ 2021年型の国内年間販売計画台数は500台だな。先日発表になった CB1000R は700台、CB650R は600台だから、極端に少ないわけでもない。ちなみに、2018年1月のフルチェーン発表時も500台だったんだが、約10日で年間販売台数を上回ったんだぜ。GL ファン待望のフルチェーンだったんですね。ぜひとも、実車を見てみたいです。時間ができたら、バイクショップに行ってみるとするか。ついでに、これまで動画で紹介したバイクのカタログでももらってこよっと。ま、買えませんけどね。買えないから、代わりに新型バイク情報を調べて、動画をアップしている主であった。皆さんのお役に立てればと思います。さ、今回はこんなところでお開きだな。お次はエンディングです。いろいろとキングな装備が満載の GL でしたね。バイクを降りる前に、一度は乗ってみたくなりましたよ。そんな時こそホンダ号だな。レンタル車種に GL はあるのかなと。お、あったあった。2時間1万6000円ってことは、アフリカツインやトリプル R と同じ設定価格だな。でも、GL は本体価格が高いだけに、立ち5ケジのダメージが大きそう。そんな時は、車両保証のオプションだ。標準的な車両保険オプションは、車両本体価格の 5% が面積額になるな。スタンダードの GL は約300万だから、約15万。保証をつけて15万円って、結構するな。それなら、面積金額や営業保証金額が全額免除される安心保証もつけた方がいいな。ま、人生で一度は乗っておきたいゴールドウィングですからね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!